久しぶりに宇治川ラインね来ましたけど、やっぱり気持ちいいね。ちょうどね、この私の乗ってるゼファーかいね。ちょうどいいよね、この適度なワインディングでね。まあ125の方でもね十分楽しいんですけどね。これぐらいのワインディングはね、400ぐらいがまあまあ僕は合ってるのかなって思いますね。このスロットルをね開けたり離したりね、それぐらいでこう曲がれる、そんなタイトなコーナーはないんでね。そんなタイトなコーナーもないし、こう高速カーブじゃないけどね、あんまりこうスピードが出すぎるワインディングでもないのでね、適度なこうワインディングで、下にはね、まあ湖の延長なんですけど、これダムのね川を見ながら走れますんでね。今本当あれですよね、こういう昔のね単車がいわゆるネイキッドってやつね、高くなってしまって、まあ前にもねちょっと動画でお話ししたんですけど、まあコロナ禍のせいだけでもないのかな。やっぱこう釣り上げてる人がいるからそうなっちゃうんですかね。実際ね売り買い売られてるのはみんな高くなっちゃってますからね、店舗でも。どうなんですかねこれ。あんまりねもともと人気があったバイク以外のバイクもね高くなっちゃってるんですよね。そういうのもね、実際こう取引されてる現場っていうのはどういうあれなんですかね。だってね、2、3年前までね、もう20万もしないようなバイクはね、30万、40万ってなっていってますからね。エストレアでもね、ファイナルだけはこう新車以上の値段になっちゃってますもんね。ああいうのを見るとね、本当誰かが操作してるのか、実際それで売れてるのかね、ちょっと疑問に思っちゃいますよね、値段の付け方がね。
4発の中ではね、やっぱりこの 400cc で空冷4発でっていうとね、川崎のこのゼファーなんかはね、やっぱ Z からの系譜を引き継いでるバイクなんでね、Z400FX ね、これから GPZ とかね、あとはゼファー、そしてゼファーカイ、そういう流れで来てますんで、値段的にもね、だんだん上がっていくであろうというのがこう分かってはいたことなんですけど、急にここまでねボンと上がるのかっていう感じなんでね、私もちょっとびっくりしてますけど、それに引きずられてね、こう中古市場なんか見てるとね、XJR とかね、こう球数はあったんですよね。でゼファーなんかに比べると、ゼファー界ねに比べるとね、 XJR なんかはやっぱり割安感がすごくあったんですけどね、そういうのもやっぱり上がっていってますんでね。ヨーロッパでね、あれでしたね、Z650RS でしたっけ、6班の RS ね、2気筒ですけどね、リリースされるみたいなんですけど、ああいうののね、2気筒で400でねいいからね、出たらねまた違うんでしょうけどね、日本国内向けにね出してくれたら、そういう日本国内のこう中型車のね中古市場っていうんですか、そういうのも変わってくるんじゃないですかね。今本当にあれですもんね、メーカーが出してる新車が本当にね限られたものしかなくて、っていうか大型ばっかりになっちゃってるんですよね。中型バイクが全然なくなっちゃって、でおまけにオフロードね、オフロードも全然ないですよね今ね。かろうじてホンダの CRF ぐらいですかね。あとは競技用車両は残ってますけど、なんでそういう風になっちゃうんですかね。なんか昔みたいなね、もっとね必要最低限な装備のトレイル車、そういうのを出してほしいよね。なんかどこどこね、アスファルトを走って遠くへ行って、その先で林道へ入っていけるようなね、気兼ねせずに林道にも入れるような、そういうトレイル車ね、そういうのを出してほしいですね。
飛んだり跳ねたりね、オフロードのエンデューロっていうんですか、そんなバイクじゃなくていいんでね、もうどこどこ、それこそキャンプ道具積んでどこどこ走るような、昔はそんなバイクね多かったもんね。そういうのこそね、本来ねバイクのあるべき姿なんじゃないのかな。速さだけを追求するとか、排気量のね、そういう大型バイク化っていうんですか、大きさを追求する、速さを追求する、乗り心地を追求する、まあそれはそれでいいんですよ。そういうのがあってもいいんですけど、そっち一辺倒な気がするんでね。そうじゃなく、そうじゃなくね、ほんと乗り心地一辺倒なバイクじゃなくね、乗り心地じゃない、そんな速さ一辺倒なバイクじゃなくね、こう所有する楽しみっていうんですかね、フィールドへ出かける楽しみだから、別に速くなくていいんですよね。そんなにとことこ行ければいいんですよね。必要最低限のスピードがあって、走破性があって、とにかくね、扱いやすいバイクで、見た目もねそんなに派手な見た目じゃなくていいんでね。よし、ちょっと今日はここでうどん屋さん入ろうと思います。